黒いヒレじゃないけど汚れ、あれがすげえかい。ちょっとたわしでこすってあげるとよ、こうやってこすっても結構まな板の上は黒くなるまた。ほら綺麗やろ。この血合いのところも綺麗に取ってくれちゅっかい。これもこの辺で取れたやつなんですか？そうそうそう、定置網。定置網すぐそこ。すぐそこの、こんなんがすぐ沿岸を泳いでるんですね。だよね、すっげえよね。じゃあ28.6 キロ、こいつの名前別名秋太郎。秋になるとものすごく脂が乗って色味も良くなって、なんと値段も通常の5倍。それだけ普通の時はあんまり美味しい魚じゃないけど、今の時期だけは本当美味しいやつやよね。このバショウカジキの特徴が、ヒレの大きさや。このほらすげえやろ。じゃあバショウカジキおろしていきます。はい、お願いします。おろすのはまあキアラとかと一緒。ここ釜んとこ入れて、ここから頭に向かいます。で反対を繰り返して、釜のギリギリからちょっと頭の方で、ちょうどここの関節のとこに来たら、これも簡単に、背骨。簡単に関節のとこやったら外れ深いよ。こっちからまあこう叩いてもなかなか切れんちゃう。このさっきのでっかい背びれ、切れんから、そういう時はこっちからこって背びれと背びれの骨と骨の間の膜だけを切っていって、こっちから切ると切れる。皮1枚、ここはいつも通り皮1枚で、ここ開けたらよ、あら不思議でよ、ほら腹がここまであっちゃう。普通もこっかい身やわ、身やけどカジキの場合はどのカジキもそうやったけど、ここまでお腹が続いちゃう。腹が長いですね、確かに。もうここが骨ね、要は真ん中の中骨、この白いところ、ここが何らかの中骨やっちゃう。だから意外とさばくの簡単なはず。一般の人でもいけるっちゃねこれ。スーパーに売ってます、1本。いやスーパーに1本じゃねえね、やっぱり無理やね。で今度は背中の方、背中の方も皮1枚だけ、皮1枚だけ。これちょっと上を一丁ごつあっけど、これただ収納庫やからいいよ、このでかいヒレの。ここから骨を探していくっちゃけど、カジキの場合骨が正直を途中でなくなっちゃって言ったらいかんけど、途中で骨がないっていうか、まあおろしてみたら分かっちゃけど、普通の魚と違うっちゃ骨の作りがよ。ここでちょっと骨を探すのに苦戦するってけどよ。俺の言いたいことがよ、なんていうと、語学力がねえかいよ。ちょっとこれ見たら分かっかいよ。それで尻尾を入れます。包丁1本。これが、まあ、大体お節と背と腹の真ん中らへんやと思うんだけど、ここに重たすぎるか指を入れたいっちゃは、指を入れる、かけるような感じで
たらもうこうやって上げていくと取れていくかい。あとはついてるところをこう外していくだけ。でここまで来たらちょっと身長が何かよ。だからもうここからは包丁で中骨を切っていきます。これをパンとすれば、要はこれが1匹丸々の状態だった時に、ここからある程度もう切れ目入れて切っていって、で真ん中の中骨をノコギリとかで切ったりするっちゃけど、あんまりノコギリを使いたくないっちゃわ。ノコくずが出たりするし。でこのバショウカジキの場合、意外と鱗がこうやってついてるっちゃわ。細かい鱗やっけどよ、取れた。鱗このくらいはいはい。見える？えらいなんか鋭利ですね。うん、こういうのやっちゃ若干すぐ身に刺さってしまうっちゃわ。鱗が。だから俺はそれをしたくないから、こっちから切ってしまうと、要はこう切ってしまえば中に鱗が入るかい。俺は良くないと思ってるっちゃわ。だから自分の場合こっちの方から、だいたい、箱に入るぐらいの大きさにこういう感じで切るわけ。もう側じゃなくて右側から。そうそう。それでもほらこうやって鱗が残るかいよ。ただ絶対身に鱗はつかないかなと。でこれ鱗取れるいうのは無理やかい。鱗が極力身に入らないように右側から包丁入れる。そういうことです。見て、本当はこれ真っ白やっちゃうよ。夏場とかはもう白も白。オレンジに近い。そうそうそう。こことかほら、油が張らんとことかね。サシが入ってますね。ね、すごいよね。もう旬なんですね、今が。今が旬、本当に今だけこうやって高いのもね。で、バショウカジキの場合、まずここの部分はもう骨ですんで、こういう感じで。この背びれよ。これがあるかい。こっちからこういくら直したところでこうって包丁入れても見えづれえわ。見えづれえし、この収納の部分のよ厚みがすごいっちゃ。見てこれ、収納口の厚みがよ他の魚よりやっぱすごいっちゃわ。でも硬いわけじゃないかいよ。これですね。この反対側もじゃ同じようにこうやってついてるかい。これ反対側ね。自転車のチューブみたいなのが。そう。これがあるかいよ。こっちからこう行っても真ん中の骨を見つけることができんちゃわ。だからこういう場所をカジキやからこそ、このヒレ掴んで皮1枚分ぐらいの感じでこう切っていくちゃ。たらこういう感じでよヒレだけ取れるっちゃわ。ここがわかるかな。見てこれ、この中骨からは中骨はここで終わっちゃっちゃわ。この中骨がここで終わって、この背びれの骨はここで終わっちゃっちゃわ。だからこのちょこっとの空間は骨がないっちゃう。これでよくこっち側からこう下ろしていくときに骨の下に包丁がスッて入って、あれ下に行っても骨がないぞってなっちゃうわ。だからほらこの辺とかちょっと身がついちゃうわ。これ俺がビビっちゃう証拠。これビビって骨
中骨どこかなーでこう探しながらしょくけども、あんまり下にはいけんなーと思いながらやっとこう。まあ、あんまり場所をかじきさばくことがでかい。これ本当にいっぱいさばく人やったらこんなん使えんと思うじゃん。この部分って、この部分は本当は向こうの宮かいね。ああ、まあ取りこぼしになる。そうそうそう、おろし水やっちゃう。でも下に行ったらどうしようもねえかい。はい、取れました。これ食べるんですか？これ食べます？これ食べれんじゃろうできてもないやろ。大きめのヒレ酒の反対側の骨を取っていきます。まずはさっきと一緒、こっちの腹の方からどうかな。ほらさっきまあ、白いところが骨やよって言ったここね、ここの下に包丁1本通して、でまあ骨の下を滑らせながらいきます。背骨の下に包丁を入れて、あとはもうスーッと流していくだけ。包丁の下をもう滑らせるだけで、あとは OK。 外れちゃうね。よし。次はさっきは身を持ち上げたけど、今度は骨を持ち上げます。軽く持ち上げるだけで大丈夫。木肌みたいにいっぱい全部持ち上げんでも。さっと。はい。ほんとマジでよ、この時期ぐらいやっちゃう。バショウカジキをさばいたり、このなんやろ、いっぱい売っていくの、はい、ほんとこの時期だけやかいよ。マグロみたいにどうよっていうほどはできんよね。やっぱやっちゃう人たちからしたら無理やろな。多分おるはずよ、見ちゃう人たちでそんげなもんかと思っちゃう人なんだ。よっしゃ。でさっきと一緒にまあこういう感じで、はい、ちなみに秋のこの今旬のカジキマグロはどういう食べ方がいいですか？もうこれは本当刺身が美味しい。刺身で食べたらもう最高。油はあるし、バショウカジキって寝かしてるっていうのもあるっちゃろうけども、いい程よい食感やっちゃうわ。それでよって色変わりがしないっちゃうわ。マグロみたいに色が白くなったりとかそういうのはあんまりない魚やっちゃうわ。だからもうベストは本当刺身やね。真空パックにせんといけん注文やったかい。袋にある程度入るように。これで真空かけていきます。バショウカジキ、カジキ全般やったけどよ、普通の魚と腹が違うって言ったけどよ、このつながり方も違うっちゃわ。もうほんと皮一枚でつながっちゃうぐらいの感じやったよね。カジキは大概こんな感じやったわ。ほんと腹もほんとするだけで外れるぐらい。これカジキ特有よね。
ちょっとカジキのしただけでこの黒い汚れ、なかったですもんね、最初。めっちゃ汚れちゃうこいつ。中骨って言われたらもうこんなもんよね。もうほんと正直このよう長い骨でなかなかいいっちゃけどよ、捨てるのも大変やっちゃう。絶対折って捨てんと入らんしね。やっぱ一般家庭での場所をカジキさばくのやめた方がいいかもしれんね。この、芭蕉カジキ、宮崎地区では、都城方面、鹿児島の方ではもう全般的に出てると思います。この秋しか食べれないこの芭蕉カジキですね、脂が乗った。ぜひスーパーで見かけたときは食べてみてください。よろしくお願いします。